オールステンレスピーラーという商品があるんですけども、これの開発者ということで、めっちゃいいよ、これすごいぞ。ものすごく鋭くなってるっていうのが特徴ですね。こんにちは。こんにちは。丸山です。開発部の方から、今回収録に参加させていただいてます。ヤッシーです。はい、よろしくお願いします。で、今日はですね、こちらの関孫六のオールステンレスピーラーという商品があるんですけども、これの開発者ということで、開発者視点の話をいろいろ聞きたいなと思って来てもらいました。この製品のすごい大きな特徴として、ピーラーなんで切れ味がとにかくいいっていうのを一番の推しポイントとして出してるんで、やっぱりそこの切れ味のところについてはすごいこだわって作っていて、切れ味めちゃくちゃ良かったよ。ありがとうございます。大げさなしで一番良かったかもしれない、今まで使ったピーラーの中で、っていうぐらいめちゃくちゃいいので、なんかその辺をなんでそうなるのかっていうところを聞きたいな。今回分かりやすく2つ今までのピーラーと変えたところがありまして、1個がこの設置角度、この傾きですね。傾きね。ピーラーってまっすぐになってるやつがまず1個あって、たまにこういうふうにちょっと傾いてるやつあって、結構皆さんの家庭のやつだともしかしたら傾いてるやつの方が多いかもしれないかな。そうよね、こういうのか、これぐらいのが一般的だね。どっちも結構あるよね。なんですけど、今回のやつはさらにそれを大きく傾けてるんですね。そうやな、結構急。そうですね、これは20度ぐらいになってるんですけど、この傾きがすごく切れ味に大きく寄与してて、でちょっと話一回それるんですけど、丸山さん、包丁ってどうやって使います？なんか野菜とかにもよるけど、基本牛刀とかでこう引き切りするのが結構好きだから、どうだろう、こういう感じ。今言っていただいたその引き切りっていうのが結構ポイントになっていて、包丁使う時ってまっすぐストンって落とすんじゃなくて、ちょっとこう押したりとかちょっと引いたりとか斜めに動かした方がなんとなく切れやすい感じしますよね。でそれは実際やっぱりそうで、まっすぐ下ろすこうです。これがこのピーラーで切った時の動きですね。でこう斜めにこう切る時、今こう切りましたけど、向きを変えると地面をねこう傾けると、こう斜めの刃を垂直に落としてるのと同じことですよね。っていうのをやってるのがこの斜めに刃をつけたことですね。でそれをさらに傾けたのが今回のこれっていうことになります。なので刃を傾ければ傾けるほど切れ味軽く感じるっていうのがあるんで、それを持ち手の形状から再現したっていうのがこのピーラーの特徴になってます。斜めの方がだから食材に当たった時にかかる抵抗が少ないってことですね。おっしゃる通りです。じゃあ極端な話、もっともっと傾けていけばもっと良くなるんじゃないのって相方になっちゃうね、あると思うんですけど、ちょっといろいろ試してみて、極端に傾けたやつも作ってみたんですけど、やりづらいんですよ。傾けすぎると野菜をこう切った時にこっちに逃げちゃうんですね。横向きに強い力がかかっちゃうんで。でいろいろ確かめていった結果、このぐらい20度ぐらいっていうのがすごい使いやすくてちょうどいい範囲なんじゃないかな。ベストな角度なんだ。2つ目はもう非常にシンプルで、より先端がとんがってた方が切れ味ですよね。単純にその刃付けの角度ですね、いわゆるここだね、この食材を削るところでね、鋭利になってる。そこがものすごく鋭くなってるっていうのが特徴ですね。やっぱりどうしても加工の都合上、極端に薄くすると壊れちゃったりとか、あとは刃体自体の強度もどんどん落ちていっちゃって、申しやすくなっちゃったりとかっていうのがあるんで、既存のものよりは薄く鋭くしつつ、ただ耐久性とかあとは加工性とかそういうのあたりも加味して、このぐらいに落ち着けようっていうところになってます。あとこだわってるところとしては、これは設計面というよりはデザイン面のところにも入ってくるんですけど、ちょっと特徴的なここのプレートですね。ここが今までプラスチックの製品だと、こういうふうにこの手のカーブに沿うような、手にフィットするような形でも結構あったんですけど、どうしても金属製の製品って持ちやすいように工夫はされてるんですけど、どうしてもここに空洞がれしちゃう。で落ち着かないようなものが多かったんですけど、ここに大きなカーブをつけることによってこの手のひらにきれいに沿うようにっていうのをデザインの方からすごく気にして作ってもらって、であとですね、ここのハンドルの一番下のところ輪っかになってるんですけど、フック掛けを意識してまして、最近キッチンの収納をフックをいっぱい出してそこに全部ぶら下げてるよっていう方なんかも多いと思うんで、ここに穴を開けることによってこれもぶら下げることができるようになってます。作る上で苦労した点とか、やっぱりその刃のその鋭さっていうところを調整していくと、他の部分ですね、例えば皮のむける厚みとかそういうところにも変化が出ちゃったり
っていうのがあって1個いじったら別の要素が変わってきちゃうっていうのが結構あるんですね。なんでちょっとずつ帳尻合わせて刃付けを鋭くしてでも皮の厚みも薄くしてっていう風な調整をするところは結構苦労はしましたね。まあ、表面処理のところなんかは、まあ、実際やっていく中で、まあ、指紋がつきにくいようにとか、洗いやすいようにとか、まあ、そのあたりも考慮して最終的にはこういうデザインに落ち着いて、でもすごいしっくりくるいい表面の感じになったんじゃないかなと思います。いやいいよ、なんか上品だし、そうですね。まあいろんなそのさっきのさ、この角度とか、いろいろ積み重ねると総試作数ってどれぐらいになってるんですか？消費した人参の本数で言ったら人参の本数に変わるね。人参はね、何百本やったでしょうね。でも食べてるわけでしょ？食べてますよ、全部。今も冷蔵庫に上にしまってありますよ、何本か。500は絶対やってますね。500本は絶対いってると思う。しかもなんかその日変わるとなんか分かんないよね。その同じタイミングで比較しないですよね。どうしても野菜生ものなんで、できるだけ同じ人参、全て同じ袋の中でやりたいなっていうのがあって、ちょっとその辺は大変でしたね。冷蔵庫とか入れててもね、やっぱりちょっとずつ感じ変わってきちゃうんで、なんかこれやってる間に妙にその野菜の方にも興味が出てきて、そう人参の状態が変わってくるんで、そういうのって今まであんまり気にしてなかったんですけど。そっちもじゃなんか言いたいことが。いや、ないです。ないかい。じゃあちょっと食材を切っていく形にしましょうか。まずは人参から。まずは人参やな。やっていいの？どうぞ。僕はもうもういい。やりすぎてやりたくない。なんかね、だんだんこっちの手黄色くなってきて。なんか確かに同じ左の方が黄色いな。確かにちょっと黄色いな。切れ味いいピーラーで切るとすごい表面がツヤツヤに光るんですよ。水分がいっぱい出てくるんです。ああ、それがだから色素が。はい。うわ、めっちゃいいよ、これすごいぞ。今ね、まあ実際向いてもらってるところ見てもらうとやっぱりビカビカになってる。めちゃめちゃ軽いな。力は入れてます。全然優しくしか入れてない。宝石や。400キャラット。いや、セレクト100が今までやっぱりチャンピオン。そうですね。でもなんかその抜いてる軽さとか、この光り具合とかって感じると超えてる気がするね。ありがとうございます。この人参凹凸少なくていいですね。人参を思い出してこれたまにガッタガタの人参があって人参の話になっちゃいますよね。後半からなんか人参側の人間になってるんだけど。そうですね。ああ、やりやすい。やっぱりね、人参って結構比較的外側固めだし、さっきも言ったけど凹凸もあるんで、まあ、大根とかでやるとよりなんか滑らかさは感じやすいかもしれない。じゃあ続いてキウイ。あ、もうこれはいける。全然いけるし、包丁でやるよりは早いかもしれんな。いい感じですね。いいね。これストレートな甘み久しぶりかも。あ、フルーツ食べない？いや、なんか人参の話になっちゃいますけど。まだもうええわ、人参の話は。人参意外と甘くて美味しいんですよ。はい。で、今まで食べても甘くて美味しいなって思ってたんですけど、本当のフルーツ食べたらフルーツって甘くてすごいなと。何の話してた？何の話？俺も何の話してるか分かんないですね。自分ではまあいろいろ思いがあってこう設計をしてるんですけど、こういうのをその世に出すタイミングっていうのはなかなか開発者にとってなくて、そうよね。それがまあ一個もどかしいところでもあったんで、まあこうやって皆さんにそのお知らせする機会をもらえたのはすごい良かったなと思います。まあただまあいろいろ聞いてきたけど、なんか人参のその話しか途中からしてなかったので、なんかそこだけはこれが引きずるかもしれんなと思って。まあ実際はね、人参のところはカット気味でやってると思うので。いや、使うでしょ。この動画が面白かったと思った方はいいね、チャンネル登録、コメントなどよろしくお願いします。よろしくお願いします。さよなら。バイバイ。